gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回は忘れられていた水の神殿跡地を作ったので、今回は余っている縦長スペースをどうにかしていきます。余っているスペース、どうやって埋めていくのか気になる方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ここから少し遠いですが、えっさほいさと小走りで向かいます。この隙間もなんとかしないとなぁと思いつつ、無視してさらに南下。一番下の一番端までようこそ。ここはシロン島の南東です。場所的にはキャンプサイトの右側ですね。縦長だと思っていましたが、意外と横幅もありましたね。マップで確認します。今回作る範囲はここですね。マップ上だと縦長に見えるのが不思議です。今回は海沿いの廃線になった駅を作るので、まずは駅の段差作りから。段差は縦7マス、横3マスです。もともと無人駅だったので小さめにしています。どの島のどのシーズンでも駅を作りがちな民ですね。オランジ島でも前回のシトロン島でもイニシエのブラックム島でも駅を作っています。今までで唯一違うのが廃線になってしまっているというところですね。なので利便性は皆無にし、こんなところ誰も来ないだろうっていう感じマシマシにしていきます。駅の土台ができたので、お隣のキャンプサイトと駅を分離させていきます。駅が近いキャンプサイト、マップ上は隣、文字上は便利そうなキャンプサイトですが、実際は廃線になっている上に川で分離しているので、川を挟んですぐ隣って感じで不便ですね。廃線になっている場所の横でキャンプって、なんだか肝試し的な要素も出てきますね。隣のテントはきっと夜になるとヒヤヒヤしそうです。駅の反対側は川なので、落ちたら危ない感じになってまいりました。ちょっとだけこの辺りを整備しておきます。よくしなる木の棒を使ってひとっ飛び。放置されていた時に勝手に生えてしまった花たちを入れ替えます。白という同じ色の花でも種類が違えば色も少し違うので、なるべく違う種類をお隣さんにします。またビューンと戻ってはしごを登り駅へ。駅っぽくなるように点字ブロックと道路の前デザインを敷いていきます。今回お借りしたのはアリさんの田舎の道路シリーズですね。このボロボロな感じの点字ブロックや道路の質感が素晴らしいです。詳細は概要欄へ。マイデザインを敷いただけで一気に人の手が加わった感が出てきました。手前に線路を敷いて駅っぽくしていきます。今回は投下されたマイデザインを後で敷くので、まずは黒土の道をまっすぐ奥まで敷いていきます。普段既存の道を使ったクリエイトを全くしないので、黒土の道は本当に久しぶりですね。畑感が強く出てしまうので、なかなか単体で敷くことはないのですが、動画ドットのあるマイデザインを敷くときに色を一段階下げることができるので、こういう時にしかなかなか使わないかなっていう感じです。ドカンと一発やってきます。さらに2マスほど伸ばして、ついに線路の登場です。この線路のマイデザインもアリさんのマイデザインです。クオリティが高すぎるので敷くだけで達成感が出てしまう代物です。先ほどの道路のマイデザインと質感が似ているので、揃えた方がまとまって見えるなーって感じです。思っているより線路が長すぎたのでちょっと調整。2つ揃えるとかなりリアルな線路になりますね。今回の動画はいつもより撮影時間が短いので、ちょっとゆっくりめに編集しています。線路ができるだけで駅な感じがプンプンします。ここからさらに駅っぽくしていきます。そうだ、階段をつけようと思い立ってしまったので、作った段差を削ります。ナチュラルなスロープ、丸太の階段、石の階段、青い鉄骨階段と迷いに迷い、色が一番少ない石の階段にしました。グレーの鉄骨階段があったら即決だったんですけどね。次は線路奥にトンネルを作っていきます。お城の門を3つ置き、その奥にバーゴラを置いてトンネルっぽくしていきます。
トンネルといえば山がないとトンネルも何も生まれないので、この周りは木でモリモリにしていきます。トンネルといえば崖なので崖作りです。僻地はだいたい山に隔たれていて、どこかに行くにも山越え必須。そんな感じの場所を作っている最中ですね。大規模な山にはしないので、木が2本ぐらい植えれればいいかなぐらいの大きさです。エリアが区切られればいいので、そんなに大きくなくても OK。はしごで登って植林タイム。広葉樹を手前に奥に針葉樹を。広葉樹を手前にする理由は葉っぱがもしゃもしゃ横に広いからですね。なんとなく気分で滝を作っています。木の周りに低木を植えてもっともしゃもしゃに。トンネル周りに木を植えたので成長を見守ります。ちょっと山の中っぽくしたいので、もっと木などを植えてモリモリにしていきます。ここで登場するのは毎度おなじみ麦畑。森感を出すためには必須ですね。手前の崖にはつるをかけます。少しでも緑を足していく計画ですね。未踏の地っぽく草ももしゃもしゃ。たまに電柱を置いて人がいた跡を残します。トンネル周りができましたが、バランスが限りなくおかしいので、いろいろと調整していきます。まずは力の源を皿ごと食べて、木を根元から引っこ抜きます。皿ごと食べることに意味がありそうですよね。サイズ調整のために同じ木をもう一度植えています。ちょっと崖を拡張してさらに木を植える準備。最近作った島の中で一番木を植えている島ですね。まだ島の3割くらいさら地ですが、島評価星5ついただいております。ルズランがたくさん生えてきたので、それでクリエイトできたらいいなーなんて甘い目論みを立てています。次は駅の目の前のさら地の整備。崩れた石垣っぽくするために間を空けて設置。侵食してきた草たちを石垣の間に添えて、花も添えると島の雰囲気に合ってきますね。まだつぼみの段階なので雰囲気に合っているのかは謎ですけどね。階段の手前も整備します。といっても花や雑草を植えるだけの整備です。本日2回目の見守りタイムですね。生やすターンは終了したので、駅の飾り付けのターンです。使われていない感を出すために、つるを駅のホームに引っ掛けていきます。前面を追うと集合体になり気持ち悪いとなるので、たまに間を空けながら設置。電柱の位置は奥の電柱と縦のラインを合わせています。駅っぽくするためにレトロな停留所、キャンプ場の看板、丸い街灯を置きます。椅子と駅名の看板、街灯のみの小さな駅ができました。別角度だとこんな感じ。ペンギンがテチテチ歩いてきますね。斜めから見ると海がたくさん見えていい感じ。これで全て完成です。海沿いの廃線になった駅はいかがだったでしょうか。こんな僻地廃線になっても仕方なさそうと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars